僕は自然の中に身を置くことが好きなんですけれども、なんか忙しければ忙しいほど森とか湖とか行きたくなるんですけれども、なんか自分が作るテキスタイルもそこに自然の中に身を置いた時の心地よさだったりとか、湖の水面のちょっとした変化だったりとか、そういうのが無意識のうちに自分の中にこう溜め込まれていて、いざ作る時にそういうのが表現されているというか、自然に出てくる感じがしてますね。渡辺テキスタイルの渡辺達康です。私はアーティストであり、テキスタイルデザイナーであり、フォトグラファーでもあります。渡辺織物といいまして、創業約70年の織物工場になります。僕で3代目になります。もともとこの地域織物が発展したっていうのは、きれいな水があって富士山の伏流水で染められた糸だったり発色がいいものだったり、そういうものが昔からあるんですけれども、もともとおじいさんの代から始めまして、その最初の頃は着物の帯だったりとか傘だったりとか、いろんなジャガード織りっていっていろんな柄が織れる機械があったんですけれども、スーツの裏地に特化してキュプラというツルツルした糸を使って滑りのいい生地を、美しい生地を作るっていうのを数十年続けてきて、で僕が織物に入ってうちに入って20年ぐらいになるんですけれども、数年前から5、6年前くらいですかねからちょっとテクスチャーのある生地を織り始めて、キュプラの縦糸を生かして横糸にウールだったりとかシルクだったりとかコットンとかテクスチャーのあるいろんな糸を織り込むことによって、ツルツルからちょっとザラッとしたものだったり、マットな質感だったり、ふわふわしたものだったり、自分の特にシグネチャーというかそういう生地なんですけれども、縦糸が細いキュプラでできていて、横糸をアルパカとかウールの太い糸で織っていて、途中で機械を一度止めてから切り替えないといけないんですけれども、スパナ持ったりとかギアを取り替えたりとか、すごく手間はかかるんですけれども、通常であれば質感の違う生地をくっつけるときは縫製でつなぎ合わせることが多いんですけれども、そうするともたつきが出てしまうんですけども、それがなくしたいなと思って、できるだけシームレスに作りたいなと思って機械を止めて、そういう切り替えとか表現してます。シンプルだけどこう緊張感があるようなものづくりをしたいなと思ってます。異素材の組み合わせだったりとか、そういうものを組み合わせるものが好きです。生地を見た時や触れた時とかになんか心地いいなというか、なんかずっと触っていたくなったりとか、眺めていたくなったりとか、そういうふうに思ってもらえたら嬉しいです。写真は建築を勉強している時に最初趣味で始めたんですけれども、何もないところから生み出すものが好きで、写真もこう自己完結できるというか、一人で一から全部で完成まで持っていけるんで、もともとあまり人と何かを作るっていうのが得意じゃないっていう性格もあるんですけれども、写真もイメージの世界というのか、自分で作り上げて完成形まで作り上げることができるというのがすごく魅力的で、どんどんのめり込んでいきまして、ファッションと写真はつながっているんだなとか、ファッション写真撮りたいなという思いがだんだん出てきたりとかして、建築はもともと何もないところから建物を自分で設計して、それがすごく楽しくて、写真も自分で最終的に一人で完成形まで持っていけるというか、その表現の仕方が自分に合ってるなと思ってどんどんのめり込んでいきまして、自然の中に身を置くことが好きで、風景を見るのも美しい景色だったりとか
見るのがすごく好きなんですけれども、そういうものを見ているせいか自分が作るものもあまりどぎつくないというか、色の組み合わせだったり湖と森のコントラスト、グリーンとブルーのコントラストとか、ザラザラした砂利の質感とそこから水に切り替わるところとか、そういうのが無意識に表現されているというか、自然の風景とかもどぎつくないというか、ただそこにある、そういう状態がすごく好きで、何かすごく表現しているというよりかは、なんか静かに佇んでるとか、作ろうとするというよりかは自分の根幹とつながったものづくりをしたいなっていうのが常にありまして、人間に対するものづくりというか、人間の奥深いところにつながるものづくりという点では通じてると思ってます。当たり前のようにあるものというか、もう無理なくものが作れるというか、テキスタイルを生み出すことも苦にならないし、そういう感情というか思いをこれからも持ち続けるというか、モチベーションを保って織物にも取り組んでいけたらなと思います。